飯だ飯だ。皆さんこんにちは。今回いただくのはカップ麺界の老舗であり麺作りの魔術師とも呼ばれる明星食品の一杯満足醤油味ヌードルです。麺作りの魔術師って何ですの？明星といえば現在ではライバルの日清食品グループになっていますが、インスタントラーメン業界の老舗で数々の人気ブランドを持っている品質に自信があるメーカーですわね。何を隠そう、明星食品は1950年の設立以来日本のインスタントラーメンの進化を支え続けてきた長命門なのです。特にスープと麺の親和性に関しては業界トップクラスのこだわりを持っているメーカーなのです。何も隠していないのですが、明星といえばほんのり地味さはありますが、チャルメラに始まり一平ちゃんや中華三昧などハイクオリティなラーメンが多いですよね。それにしても一杯満足というネーミングは分かりやすいけれど無難すぎる雰囲気漂うのだ。ありがちな名前ですけれど、どうしても一本満足バーを連想してしまいますね。この時代にこんなにありふれた商品名がまだあったのかと驚きましたよね。商品名をつけるというのはそういう隙間を探すお仕事ですわよ。その名を聞くだけでよだれが止まりません。商品紹介にはお値打ち価格なのに1杯で満足できる品質でコスパのいい商品ですとのことです。最近のカップ麺は高い技術力でクオリティの塊なものが多くて、食べる側も気合を入れる必要がありますが、これに関しては肩肘を張らずにまったり食べられるラーメンですね。安くて美味しくてお腹を満たせられるものが最高のカップラーメンなのだ。美味しいに越したことはないですが、高級すぎても本末転倒なんですよね。個人の感想です。一見取り出しのポピュラーな醤油ラーメンという感じですが、オニオンとガーリックという組み合わせがほのかにジャンキーさを秘めてますわよ。90円の大盤振る舞いラーメンにこだわりを感じられるのは感動なのです。ちゃんと安いのが嬉しいですよね。作り方もとってもシンプルなカップラーメンなのだ。小袋もなくて熱湯3分でできる簡単便利さは評価できるのだ。そこそこ具も多いですし、パプリカの赤が映えますよね。ということで完成したのだ。お湯を注いで待っている間からまさにこれぞ王道の醤油ラーメンというどこか懐かしく安心感のある香りが漂ってきますわよ。その奥からふんわりと上品な鶏ガラの香ばしさも追いかけてくる感じですね。香りはすでに満点で王者の風格という感じなのだ。見た目自体は非常にオーソドックスなこれぞカップラーメンといった佇まいですわね。早速出来たてをいただいてみます。黙って食べてください。麺をすすってみると食感自体はシコシコツルツルとした軽快な麺なのですが、舌触りがものすごく滑らかで柔らかいのです。この優しいソフトな舌触りの割には噛むと意外なほどしっかりとしたコシが残っていて、非常に喉越しの良いツルツル麺に仕上がっています。カップ麺にツルツル麺とはさすが明星の技術力という感じですね。さらにスープの程よいオイリーさが麺の表面をコーティングしているので、すする楽しさが引き立ちますね。王子の方は非常に分かりやすいというか、誰もが大好きなシンプルかつ王道の醤油ラーメンの味わいなのです。ベースの醤油だれはしっかりと主張していてやや濃いめではあるのですが、決して尖っておらずちょうど良い塩梅の絶妙な濃さに調整されています。そこに風味豊かな鶏だしのコクがしっかりと効いているので、全体のバランスが驚くほど綺麗に整っていますね。麺もスープもそつなく仕上がっている感じですわね。そしてこの麺自体が持つ小麦の味わいとスープの吸い込み具合がまた絶妙です。麺がスープを適度に吸い上げることで小麦の風味とだしの旨味が口の中で完璧に融合しますね。そのため縦型のシンプルなカップ麺でありながら物足りなさが一切なく、商品名通り抜群の満足感があります。これが90円の実力なのだ。塩分に関してもこれぞカップ麺という満足できる塩気がありながらも決してしょっぱすぎない絶妙なテイストに抑えられていて、麺そのものの美味しさも奪っていないので、とても悪くなくむしろかなりハイレベルなクオリティです。続いてスープ単体をすするとこれもまた美味しいですね。これ以上いくとちょっと濃すぎるしょっぱすぎるかなという境界線の本当に手前のジャストなところで美しく止まっています。この辺りのギリギリを攻めている調整によだれを感じるのです。変なよだれの使い方をしないでくださいな。
しかも麺と一緒に食べている時には隠れていたのですが、スープだけをじっくり飲むと意外なほどスパイシーな一面が顔を出します。黒胡椒系のピリッとしたスパイス感がしっかり効いていて、心地よい刺激の辛みがあるんですよね。この出汁の旨味とスパイシーさのバランスを体験すると、この残ったスープを使って茶碗蒸しを作ったら絶対に猛烈に美味しいだろうなというアイデアが自然と頭に浮かんでくるような、そんなポテンシャルの高い味わいです。なんかカップラーメンで茶碗蒸しを作るのちょっと前に流行りましたよね。全体としてこの胡椒の隠し味が効いているおかげで最後まで味が締まっていて満足度が高くて非常に優秀な優等生という印象を受けます。何か一つの要素が突出して時代のトップに君臨するタイプではないかもしれませんが、全ての項目で平均点を大きく超えてくる美味しさがあり、まさに万人受けする味わいと言いましょうか。これを選んでおけば絶対に失敗がないと断言できる安心感があります。究極の無難という感じなのだ。その分トータルコストのバランスからか具材の量はやや少なめかなという印象は否めませんわよ。とはいえこれだけスープと麺の完成度が整っているので全く文句はありませんわね。そしてその少ない具材の中でもお肉の味付けがものすごく濃くて面白いんです。このお肉噛みしめるとどこか中華風の独特なスパイシーな風味が染み出してくるんですよね。小粒ながらもしっかりと主張してくるので食べている途中の良い箸休めになります。ただ少し独特な風味だから人によってはこの肉の味付けが苦手という人もいるかもしれないのだ。なんというか普通の豚肉というよりはちょっと鶏肉っぽさというか、どこかしいチキンを彷彿とさせるような独特の繊維感と旨味がある不思議な具材なのだ。総じてこれはまさに商品名に偽りなしの大満足の一品でしたね。最後の一滴まで飽きることなく非常に美味しく食べ進めることができました。ということでごちそうさまなのだ。世界に飯がある限り僕たちは食べ続けるのです。よろしければチャンネル登録とコメントや感想をお願いしますわよ。高評価もお願いします。ごちそうさまでした。またね。